絶対回ってない方がうまくできるんだよな。今日は久しぶりに映画を見に行こうかなと思っていて、いい時間帯のがあるか今調べてるんですけど、私学生の頃とか20代の頃は割と映画館に行って映画を見ている方だったと思うんですよ。東宝シネマズの会員なんですけど、東宝シネマズって6本見るたび1本タダで、見ている月は月に4本ぐらい映画館で映画を見てたんですけど、やっぱり映画館って行かなくなるとどんな作品が次やるのかっていう情報が入ってこないので、どんどん行く機会が減っちゃってたんですけど、やっぱりちょっと時間ができると映画行きたいなってなるんですよね。で、最近は鬼滅の刃見て終わってて、その時にちょうど予告でやってた8番出口とか遠い山並みの光とか秒速 5cm とか、結構邦画も気になるのが多かったし、洋画も見たいのいっぱいあったんだけどな。とりあえず今日は映画館に行って映画を見て息抜きしようかなと思います。ホーチミンのネイマイというショップで買ったネックレスです。長さも調節できます。珍しくペットボトルジュースを飲んでます。身支度が整ったので、いつも通り出かける直前にネイルを塗って出かけようと思います。今日はマニキュリストのポピーレットです。ネイルのケアについてたまにご質問をいただけることがあるんですけど、本当に何もしてなくて、甘皮のケアだとかそういった道具は一切持っておりません。ただネイルを塗って剥がれてきたら除光液でネイルを落として、また新しいネイルを塗って爪が伸びてきたら切るっていうことだけをやってます。今日金曜日なんですけど、今週月曜日から木曜日まで家にずっといて、だから外の気温がよく分かってなくて、これ今裏起毛のスウェット着てるんですけど、暑いのかな、もうすでにちょっと暑い気がしている。ひどいですね。今週の歩数計です。57歩、66歩、178歩。スーパーに行ったので3000歩行った。これも多分コンビニに行ったぐらいの1300歩。ちょっと歩かなすぎてるので、そういった意味も兼ねて今日はお出かけします。友達が岡山土産でくれたステッカー、かわいい。ベトナムから帰ってきて本も読めてなかったので、今日やっとまた読み始められます。中間由佳さんのミシンは触らないよを持っていきます。ハンディを持っていこうかな。今日のハンカチはビビアンです。ちょっと仕事のメールなどを返してから11時過ぎぐらいに家を出ます。
ポーチ。そうだね。やりたくなっちゃう。ちょっとポーチの質感気になるな。そうだよね。大きい。いいじゃん。かわいい。いいサイズ感だ。そっちがかわいい。結構大きいね。めっちゃかわいい。私っぽい色。じゃなくて好きな色。触っていい？全然使える。嬉しい。おめでとう。ありがとう。ちょっと私ポーチやりすぎてこれやります。これも可愛いと思うんですよ。そうなんだ。大きいか？超可愛い。ありがとうございます。今お家に帰ってきました。今日は新宿で映画を見て、友達と30分だけ会ってガチャを回してこのギズモをゲットして、いつも通り紀ノ国屋とブックファーストをはしごして帰ってきたんですけど、まず映画が結構良かったんですよね。見た作品は秒速 5cm っていう作品なんですけど、ネタバレはするつもりないんですけど、全く情報を入れたくないっていう人はちょっと飛ばしてください。私アニメの方は見てなかったのでストーリーは知らなかったんですよ。ただこの監督が奥山義行さんで、奥山さんが監督してるっていうのを知って絶対見に行こうって決めてたんですけど、だからその監督が奥山さんだっていうことぐらいしか私は情報として持ってなくて見に行ったんですが、やっぱもちろん映像はとても綺麗で美しくてすごいそれだけでいい時間だなって思ったんですけど、誰が出るかもあんま分かってなくて行ったんで、まず宮崎あおいちゃんが出てたっていうことにすごくびっくりして、スクリーンで急に宮崎あおいちゃん出てきた時のなんかスクリーンで見る宮崎あおい久々だみたいな、私がただただ宮崎あおいちゃんが出てる作品を最近見てなかったっていうだけだと思うんですけど、やっぱ宮崎あおいちゃんって私の世代の青春時代の映画にもう主演作いっぱい出てて、ただ君を愛してるとか初恋とかソラニンとか、あの頃の映画といえばもう絶対に宮崎あおいちゃんだから結構そこに興奮して、まずあと森七菜ちゃんが高校生役演じてるんですけど24歳、もう森七菜ちゃんに高校生の役やらせたら最高すぎないかっていう、こう18歳とかぐらいのこの好きな子を見る感じとかうますぎて、いやー可愛かったな。なんかそういう興奮もありつつ、もちろん映像が美しかったり物語も素晴らしいなっていうのがあって、やっぱり映画って前情報、事前に情報を入れずに見るのが一番楽しめるんだなっていうところを再確認したというか、今日はそういう体験ができた日でした。私がここで映画を語ることによってまだ見てない方に前情報ちょっと伝えちゃった感じになっちゃってるんですけどすいません。その後紀ノ国屋も結構いたし、ブックファーストは絶対1時間ぐらいいたんですけど、ずっと今日はこの料理本のコーナーを見てて、買ったのが上田純子さんのフランスの台所から学ぶ大人のミニマルレシピっていう本を買いました。上田純子さんのレシピ本は今年の夏にこの夏を乗り切る楽ご飯77っていうのを買って、
これがすごい自分に合ってたというか、味付けも好みの味だったし、割と簡単に作ることができるメニューばっかり載ってたので、もう迷いに迷ったけどやっぱりまた上田さんの本にしようと思ってこのレシピ本を買ってみました。私ちょっと積んどくしすぎててめっちゃ欲しい本いっぱいあったんですけど、今日はもうそういうの買っちゃダメだと思って真っ先にレシピ本のコーナーに行ってずっとレシピ本を見てました。なんかもう悩みすぎて、自分は何の料理が作りたいのか何が食べたいのかって結構分かんなくなっちゃうんで、もう私の中では信頼の厚い上田さんのレシピ本を購入しましたという感じで、今日はこのレシピ本買ったんですけどお鍋を食べますという感じで、久々にリフレッシュできた日でした。ひどいひどいひどい。うん。12時から晴れ。最初ニトリ行く？ユニクロもマスト。うん。もっと右往左往みたいな感じじゃなかった？やっぱりね。うん。ね、違う。どうしようね。前来た時多分これ食べた気がする。やばいね、メニューが意外といっぱいあったわ。ね。すごくない？カリカリだよ。ね。ねすごく。3名様です。ノンストップ。を押してください。買っちゃったよ。ありがとうございます。今日買ってきたものを紹介します。大好きな本屋さん SPBS 渋谷パブリッシングブックセラーズに行って今積んどくが多いので見るだけって思ったんですけど、こちらの好きな作家さん永井玲さんの新刊が出ていたので買ってしまいました。これがそうなのかっていう本で、昨日ブックファーストでも
見かけたんですけど、その時は我慢できたんですけど、今日はやっぱり欲しいってなって買っちゃいました。300ページ313ページあるので結構分厚いやつです。ワンピースの新刊も買いました。こちらも大好きな古着屋さんのオリバーという松陰神社にある古着屋さんで買ったスウェットです。ここにロゴが入ってて、ちょっと白っぽいグレーっていうところと、このちょっと汗せた感じのブルーのプリントが可愛くて購入しました。ユナイテッドステイツ調べたところ、アメリカ合衆国郵便公社って書いてあります。でもタグは可愛いです。メンズサイズの XL で裏起毛で、この腕がゆったりしてるところが気に入って購入しました。次、カルディで買ってきたものがこの2つです。牛乳で作る抹茶ラテっていうのが去年もめっちゃ飲んだんですけど、私は甘い抹茶ラテが好きなので、そういう人は好きかなと思います。これは温めた牛乳と混ぜて飲むと美味しいです。おすすめです。これ初めて買ったんですけど、マロンケーキホワイトチョコレート使用、カロリーが670。もともと切れてる感じっぽいですよね。どれも楽しみです。そしてユニクロで買ったのがこちらのヒートテックソックス、2つで990円かな。こっちがブラウンでこっちがオレンジ、可愛いカラーのヒートテックソックスもあるんですね。こちらを冬に向けて買いました。1個忘れてました。渋谷のハンズで買ってきたのがじゃん、こちらのポスカ2本です。懐かしい。このブラウンのポスカは私のワークスペースにしているこっちの部屋のフローリングシートが自分で貼ったシールなんですけど、それがちょっと剥がれてきて白い部分が目立つので、この茶色でその白い部分を埋めようかなと思って買いました。でこっちの青はそこにあるシルバーのウォールシェルフがあるんですけど、そこの白いネジが気になってて、これ青に塗ったら可愛いかなと思って買いました。これは明日やれたらいいかなと思います。以上が今日の購入品です。今日は細かいところまで掃除をして、ベッドカバーを冬用に変えたりだとか、あと新しいクレジットカードを作ったので支払い先を全部変更したりとか、地味なことをやって、今夕方4時です。これから昨日買ったポスカを使ってここのネジを全部青に塗りたいと思います。4箇所。うわ、そうじゃん、懐かしい。最初はこういうのだったね。確かに。お、あー、来た来た。段ボールとかに書いてさ。塗り終わりました。一度塗ってドライヤーで乾かして、もう一度重ね塗りして、またドライヤーで乾かして、触っても手につかないぐらいになりました。
取り付け終わりました。いい感じな気がします。この時計の赤とこの青いボタンの配色がこちらに飾ってあるロナンのポスターと色を合わせたんですけど、全体的に見たらいい感じかなと満足しております。洗濯物を回してる間に散歩に行ってきます。キャップはベトナム旅行で作ったオリジナルのものです。自分で選んだステッカーを好きな位置に貼れるっていうお店で作ったオリジナルキャップです。それでは行ってきます。本日メイン2品です。うまそう。いただきます。すごい。あ、これ手羽？あ、そうだよ。すごい。手羽元。なんか崩れちゃって。いやいや、ちょうどいいんじゃん。食べたことある気もする。もう。米欲しい。明日だ明日。危ね明日咲こうと思ってたんだ。え。